ボンジョー。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日のテーマは大火災から復興を遂げたノートルダム大聖堂です。私はその中に運よく入ることができましたので、中の様子をお伝えします。また火災から復興を遂げるまでの歳月を振り返ってみたいと思います。どうぞ最後までゆっくりとご覧くださいませ。パリ中心部を流れるセーヌ川、サンミッシェル橋に立って振り返るとノートルダム大聖堂が見えます。衝撃的なあの火災から再建されて2024年12月に再開となりました。大聖堂の中を見学するために長い行列をして順番を待つこともあるんですが、場合によってはほとんど待つことなくすんなり入れてしまうタイミングもあるんです。1月のとある日曜日の朝、私はたまたまこの近くを通りかかって全く行列のないのを目にしました。そこでこれはチャンスとばかり中に入ってみることにしました。入ってみて気がついたんですが、これから日曜日のミサが始まるんですね。私はミサには参加しませんが、順路に従って聖堂内を見学させていただくことにしましょう。パリのノートルダム大聖堂は以前だとちょっと薄暗いような感じがしたものですが、どうです？石組みの白さがすがすがしいほどです。そしてこのバラ窓、光に満ちた空間に透明な青が映えるバラ窓、これを見ているだけでも何か感動を覚えます。礼拝堂の一つ一つの細工が本当に見事ですし、色が鮮やかだなと思います。よみがえったというか、全く新しい大聖堂を見せていただいているような、そんな気がします。ノートルダム大聖堂はもちろんキリスト教のカトリックの教会です。けれども私のようにカトリック教徒でない人間にとっても、まず建築そのものがほとんど信じられないようなクリエーションだと思います。その設計を形にする技術、内部の彫刻や絵画、一つの宗教施設という存在を超越して人間の人知や願い、思いというものが存分に込められた創造物だなと思います。
そもそもノートルダム大聖堂の建築が始まったのは12世紀のこと。その当時もこんな風にすがすがしいものだったんでしょうね。そしてそれから850年ほど経った時の姿も私たちは知っています。850年の時をもう一度巻き戻して、こうして再現されたような空間。大火災はあまりにも痛ましい出来事でしたけれども、そのせいで私たちは遠く隔たった2つの時代のノートルダムを見ることができた、運命の巡り合わせにたまたま遭遇しているような気がします。あら、これって SF 映画の登場人物のキャラクターそのものだと思いませんか？スター・トレックだったでしょうか。入り口でお気づきになったと思いますが、私は入場券も持っていなければ入場料を払ったわけでもありません。つまりノートルダム大聖堂は現在も無料で公開されているんです。でもなんだか私はとってもありがたい気持ちになりましたので、ろうそくをお供えしたいと思いました。そしてこれ、小銭ではなくクレジットカードのタッチ決済でろうそくの代金を払うことができるんです。大聖堂の奥、祭壇の後ろの方まで来ました。するとこんな展示がしてありました。この十字架は火災の時、大聖堂の屋根の溶けた鉛を浴びてしまったのだそうです。そしてこれは火災の最中に消防の指揮を執るためにその計画を描き表した絵なんだそうです。その下には消火活動に当たった消防士たちのヘルメットも展示されていました。そしてこれが本当に象徴的なんですが、これが何か皆さんお分かりになりますか？焼け落ちた銭湯の頂にあったおどりのオブジェです。このおどりは銭湯とともに消失してしまったと考えられていたんですが、落下した時、炎の中にではなく外にこの鳥だけが飛び出していたんだそうです。それが火災の翌日に復興の指揮を執る建築家によって発見されました。中には19世紀の聖遺物が収められていたんですが、それも奇跡的に無傷で残っていたんだそうです。大聖堂を2024年までに再建するとマクロン大統領が明言した時、そんなことが本当にできるのか世界中の人々が疑問に思ったと思いますが、こうして見事にそれは実行されました。2019年の4月からこれまでのことを少し振り返ってみたいと思います。
リのノートルダムというのはまるで空気のようにそこにある存在だったと言えるかもしれません。4月14日は復活祭の日でした。まばゆい光の下で復活祭の儀式が執り行われていたところに、私はたまたま居合わせてこの写真を撮っていました。そして翌日、にわかには信じられないニュースが飛び込んできました。窓の外を見ると、確かに不穏な煙が立ち上っています。私はいても立ってもいられず、外に出てノートルダムの方へ近づこうとしました。サンミシェルまで来た時、それ以上もう近くには行けないように交通規制がされていて、サンジェルマン大通りをモベールミュチュアリテのあたりまで来た時に、大聖堂の内側から火柱が上がっているのが見えました。そして私はセーヌ川の岸辺まで出て、そこに集まった大勢の人たちと一緒に呆然とノートルダムを見つめていました。誰からともなく始まった賛美歌が暗闇の中にこだましていました。翌日の朝、テレビに映し出されたこの写真、奇跡的と言っていいでしょう。金の十字架が無傷で焼け残っていました。一夜明けて再び目にするノートルダムは痛々しい姿を見せていました。銭湯ばかりか、屋根がすっかりなくなっていました。高い高いクレーンがそびえ立った頃、パリはもう一つの災いに見舞われます。コロナ禍のためのロックダウンです。火災から1年経ったノートルダム、鐘が再びこの時だけ鳴り響きました。けれどもこの時はとても厳しいロックダウンの最中だったので、許可証を持ったジャーナリストたちでなければこの場には行かれませんでした。5月のこの日は最初のロックダウンが解かれた日でした。コロナ禍の期間中もノートルダムの再建プロジェクトは着々と進行していました。これは再建の基地となる建物をセーヌ川を使って運び込んでいるところなんです。夜中の間にこうした作業が行われていたり、パリの人々の目に触れないところで本当にたくさんの人々がプロジェクトに携わっていることが伝わってきます。再建にあたっては新しいデザインや建材を取り入れるという考えもありました。けれども識者たちによる議論の末、オリジナルの形を再現すべきということで、2020年7月、マクロン大統領はビオレル・デュックの設計通りに再建するという決断を下しました。つまり焼け落ちた19世紀の銭湯も元の形と同じように再建する
ということになったんです。月を追うごとに新しく足場が築かれ、エレベーターやクレーンの台数もどんどんと増えていきました。2021年9月、まだコロナ禍と言える時期でしたけれども、こんな風景もありました。再建工事は日が暮れても続いていました。照明が施された足場そのものが光のカテドラルのようだなと思ったことを覚えています。火災から4年が経った頃、大聖堂の前庭にはこのような階段状の設備が作られました。そこに座って人々はノートルダムを間近に見ることができるようになりました。工事現場を覆っているパネルには工事の進み具合などが事細かに説明されていました。そしてそれらのパネルは年を追うごとにアップデートされていきました。再建プロジェクトはこの大聖堂の場所だけでなく、フランス各地で行われていました。新しく屋根の骨組みになる木はフランス各地の森から集められることになりました。破損を免れたステンドグラス、それらはクリーニングされるためにやはりフランス各地の工房に送られたようです。2023年秋のヨーロッパ世界遺産の日。この日はノートルダムの再建工事に携わる人たちの仕事ぶりが公開されました。その時の様子はこのチャンネルですでに動画として公開していますので、概要欄のリンクからどうぞご覧になってみてください。この一大プロジェクトでは250社以上の専門業者と2000人以上の職人が参加したといいます。彫刻、木工、石膏、ステンドグラス、屋根職人、そしてオルガン職人などなど、それぞれの職種の最高の職人たちが選ばれ、この歴史的プロジェクトに一丸となって取り組みました。その年の秋にはいよいよ屋根の再建が始まりました。森から切り出された木はすでにこのような形になってノートルダムまで運ばれてきていました。屋根の上の足場はさらに高さを増していきます。
いよいよ銭湯の再建が始まるんですね。私はたまたまレストラントゥール・ダルジャンの窓から再建の風景を見る機会を得ました。足場の内側で塔の骨組みが徐々に形になってきています。塔の頂に金の細工が施されているのに気がつきました。文字通り、雨の日も風の日も師走の寒い夜も作業が進められていました。そしていよいよ約束の年2024年1月のある日、私は屋根の端っこに花束のようなものが掲げられていることに気づきました。これは実はこの職人たちの世界の習わしで、工事が完成した時に花束を職人の中で一番若い者が掲げるというものなんだそうです。足場が今度は徐々に外されていきます。銭湯がいよいよその姿を現しました。銭湯の頂には新しく作られたおんどりがきらめいています。3月のこの日、私はとても嬉しい機会に恵まれました。再建工事現場の中に入ることができたんです。これは日本の雑誌の取材のため、修復の責任者であるフィリップ・ジョストさんにインタビューすることが叶ったんです。いつもは外側から見ている修復現場ってこんな風になっていたんだなと、とても興味深く眺めました。この方が修復プロジェクトのトップにいらっしゃるフィリップ・ジョストさんです。
職人たちが捧げた花束に代わって同じ場所にこの見事な細工が立ち上がっていました。黒く焦げていた壁、すすで汚れていた彫刻も見事に美しくなって、屋根の再建も進んでいます。大聖堂の前でパリオリンピックの聖火リレーも行われました。パリ市長の顔も見えます。この場所では消防士さんたちがスターです。いよいよパリオリンピックの開催が近づいてきました。セーヌ川流域は開会式を前にほとんどロックダウン状態のように通行規制、入場規制が行われていました。ですがノートルダム大聖堂の工事は着々と進んでいました。これはパリオリンピック期間中のノートルダム。この時私はセーヌ川クルーズを体験することができたんですが、その様子は一本の動画にしてあります。その動画のリンクも概要欄に添えておきますので、どうぞご覧になってみてください。そして2024年12月、マクロン大統領の公約通り、ノートルダム大聖堂は再び人々に扉を開きました。この一大プロジェクトに携わった方々の写真もまた大聖堂内に飾られています。そしてこの写真は最初に修復長に任命されたジョルジュラン将軍のものです。彼はこの大変な任務を火災直後に引き受けたわけですが、2023年8月に急逝してしまったんです。意志あるところに道がある。とても象徴的な言葉ですね。ジョルジュラン将軍から修復長の任務を引き継いだフィリップ・ジョストさんに3月にお目にかかった時、彼から直接聞くことができた言葉がまたとても深みがありました。彼はこのようにおっしゃいました。アドベンチャースピリット、みんなが誇りと喜びを持ってこの挑戦をしています。このモニュメントには魂があります。世界中の皆さんがそれを感じられていることだと思います。火災の時、世界中にエモーションが広がりました。それはこのモニュメントに魂があるからです。今世界には多くの悲しいことが起こっています。人々が世界の将来を憂いていますけれども、
このストーリーはとても美しいストーリーなんです。人々にこのようなストーリーを与えることは重要です。希望、人間への信頼、私たちが力を結集するとき、美しいことを成し得る。ノートルダムの火災は決して悲しいだけの出来事ではないのです。悲しむ代わりに未来に希望を抱かなくてはならない。ノートルダムの復活、それは世界へのメッセージです。新しくよみがえったと言えるこの大聖堂を体感すれば、フィリップ・ジョストさんのその言葉が本当に心に染みてきます。はい、今回の動画いかがでしたでしょうか。この歴史的な時期にパリに生きた記憶を皆様と少しでも共有できたなら、私にとってそれはとても嬉しいことです。最後までご覧くださいましたことに心から感謝いたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。